こんばんは。前回、念願のエシュロンに部屋を買ったものの資金が底をつき、家具を買うために仕方なく街に繰り出しました。というわけで、本日は殺人事件の捜査に向かいます。まあ事件発生から結構時間が経ってしまっているんですけどね。事件名はグリムリーパー。随分とかっこいいお名前じゃありませんか。本日の原画はこちら。陽民館さんはもう撤収済みのようですね。そういえば捜査権をいただいているので、もしかしてこれって、現場に入っても何も言われません。これが権力万歳。さて、玄関開けたら2秒で被害者さん。お名前はイグナシオ・クラッシーさん。すでにお名前と指紋がわかっているということは、どこかでお見かけしたことがあるはずですが。なるほど。お勤め先が病院ということはおそらくヘンタンさんの部下ですね。以前ヘンタンさんのオフィスにお邪魔した際に従業員記録を拝見しました。ご遺体には刃物による傷が残されておりますが、死因は銃創、ピストルかリボルバーとのことですので狙撃ではありません。つまり犯人は犯行のためにこの部屋を訪れる必要があったということ。ではその痕跡を探していきましょう。ところでこれ、何でしょう？金属製の小さなおもちゃの車。気候変動により海面が急激に上昇するまでは自動車は一般的な交通手段だった。あちこちで見かける。よく言えば雑貨、悪く言えばゴミですね。あれ、持ち主不明の指紋。一通りお部屋を拝見しましたが、犯人の痕跡らしいものといえば、今のところこのメッセージとミニカーしか見つかっておりません。犯人がメッセージカードや凶器を現場に残していくというのはよくある話ですが、ミニカーを置いていく人はちょっと初めて見ましたね。というかこれ、本当に犯人の遺留品なのでしょうか？メッセージ性が読み取れなくて不気味です。それから、興味深いのはこのメール。先生、何度もメッセージを送ってすみませんが、助けてほしいのです。誰かが自分の後をつけてきているような気がしてならないんです。もう数日になります。誰の姿も見ていませんが、見られているように感じるんです。見知らぬ人でどうしたらいいのでしょうか？ストーカー被害を訴えるメールは何件か拝見してきましたが、大抵はストーカーの外見的特徴が記載されていました。このように見知らぬ人という情報には初めてお会いします。犯人は被害者さんの友人や同僚ではないということでしょうか？おや陽民館さん、もしかして現場警備中にご飯食べに行ったりしてました？せっかくですからちょっと指紋をいただけますか？ああ、いいけどよ。ありがとうございます。消防士さんなどが休憩中にコンビニに寄って怒られるというような理不尽な話も耳にする昨今ですが、さすがに現場警備中に中抜けは怒られると思いますよ。この番組はスターチコーラ社の提供でお送りしております。被害者のそばに残された謎のミニカー、見たことのないメッセージ、そして見知らぬ人と初めてお目にかかるパターンが多く面白い現場ではありましたが、残念ながら捜査は全く進展しておりません。さらに残念なことにこのビルには管理人室がないようです。つまり監視カメラの映像も確認できないということ。では近所で聞き込みでもと思ってはいるのですが、この辺り妙にご不在が多くありませんか？さっき時計を見たのが22時半ですから、大抵の人はご自宅におられるはずなんですけど、もしかしなくてもここ、以前3件連続狙撃事件のあったアパートではありませんか？なるほど、だからこんなに人気がないんですね。さて、困りました。今のところ手がかりになりそうなものは指紋程度ですが、これもかなりふわっとした状態です。現場で検出できた指紋を振り返ってみましょう。まず、被害者であるイグナシオさんは一人暮らしであることが賃貸契約書などによって確認されています。では現場にある指紋は被害者と犯人のものだけかというとそうではありません。この辺りは戸棚の中にあったものから検出されたのですが、死因とも無関係、かつ複数人の指紋であることから、おそらく店員さんの指紋だと思われます。続きまして、ご遺体の横に置かれていた意味深なミニカーに付着していた指紋、犯人かもしれませんが、現場に落としていきますか？ミニカーを何らかのメッセージ性があるのかもしれませんが、意味不明です。これももしかすると、イグナシオさんにミニカーを売った店員さんの指紋かもしれません。他には、玄関ドアから陽民館さんの指紋を含む複数の指紋が検出されています。ドアは開放されており、通りすがりの人も触ることが可能な状態でした。また、室内で発見された指紋とドアの指紋に共通するものはなく、犯人の足取りを示しているとは考えにくいように思われます。全体的にしっくりきませんね。そういえば、陽民館さんって2人1組で行動なさるんですよね。ということはドアの指紋の一つはおそらく陽民館さんのもの。そうだ、この機会に陽民館さんのオフィスへ行ってみましょう。従業員記録から陽民館さんの指紋を確認することで、この中のどれか一つは潰せるじゃないですか。と、この時はのんきに考えていました。まさかあんな恐ろしいことになるとは思いもしなかったのです。シャドウズ・オブ・ダウトバージョン 1.0 は9月26日リリース予定らしいです。
陽民館さんのオフィスは役所内にあります。あるのは存じているのですが、実は行ったことがないんですよね。いえ別にビビっているわけではありませんよ。単純に用がなかっただけです。どんな感じなんでしょうね。ちょっと楽しみです。シャイニング？何ですか？ここに何かあるんですか？なんだかわかりませんが、そっとしておきましょう。さて、気を取り直して陽民館さんのオフィスですが、そもそもどこまで入って良いものか。おやルイス・カリーツォさん、あの鈍感系陽民館さんじゃないですか。あの人リーダーだったんですか。世も末ですね。手がかり発見です。陽民館さんのお膝元ですが、おそらくいつも通りで問題ないでしょう。従業員記録も無事に発見しましたが、該当する指紋はなし。何ですかこれ？ついでにいただいておきますか。では次のオフィスへ行きましょう。確か4階くらいまであるんですよね。待ってください。今私何かしましたか？いえ確かにあれこれ失定しましたが、通常その程度で警報はなりません。とりあえず一旦安全な場所へ避難します。というか普通の監視カメラであれば発砲前にこういう感じになりますし、赤外線はありませんでしたよね。私は何に引っかかったんですか？いや待ってください。よく聞くと赤外線に引っかかった時の音が鳴りまくってるんですけど、もしかしてここの階段を貫通してセンサー飛んできてます？とにかく一旦外に。そりゃそうですよね。シャドウズ・オブ・ダウトは Steam で大好評発売中です。ようやく落ち着いたみたいです。何だったんでしょうか。まあとにかく操作を再開しましょう。下手に手がかりに触らず、必要なところだけ見てすぐ帰れば問題ないはずです。今私何かしましたか？無罪です。無罪。なんだかわかりませんがやばいです。お腹もペコペコなので今垂れると大変まずいです。こういう時は、とりあえず逃げますよ。ちょっと時間置きましょうか。結局、陽民館さんの指紋は特定できませんでした。仕方ない。あそこへ行きますか。どうも、探偵です。金の弾丸ください。はい、昨日ピストルの弾を購入された方がいますね。オマールさん、この方の指紋が現場にあったものと一致すれば事件解決なのですが、役所はこのありさまでして、というかこれってもはや私とは無関係に警報鳴ってませんか？仕方ありません。こうなったら強行突破です。探偵は度胸。オマールさん、はい。ミニカーについていた指紋と一致。お住まいは現場の上の階。総意。犯人確保。せっかくなのでついでに手がかりも確保。凶器確保。そして荒ぶり続けているセンサーをかいくぐりながら解決書類を提出したらタレットの車線が通らない場所へ退避。全く書類を出すだけで命がけですよ。よし、事件はどうにか解決しましたが、役所のロビーは大惨事です。というかもしかして市民が撃たれていませんか？やっぱり撃たれてますよね。市民、もしかしてこれ、どこかのおバカさんがここで暴れて警報を鳴らしてしまって、そこから巻き込まれた市民が連鎖的に発砲対象になってるとか、そういうことですか。うわぁ、大惨事だ。どんどん犠牲者が。とりあえずタレットの攻撃対象になっている人たちを拘束したら収まりませんか？こんなところにも。なんでちょっと目を離した隙に増えてるんですか？さてこれで落ち着きました。いや発砲音が聞こえますしセンサーも稼働してます。ダメそうです。なんかまた犠牲者増えてません？もう何人倒れてるかわからないんですけど。というか私、罰金出てないのに警告鳴らされまくってるんですけど。役所のセキュリティ、暴走してジェノサイドモードに入ってませんか？いやそんな機能聞いたことありませんけど、ここで警報を全て停止させればいいですか？全然ダメそうですね。もしかして役所で違法行為を行うと指名手配されたりします？でも私じゃなくて撃たれてるのは市民なんですよね。とはいえいつまでも撃たれない保証もありませんし、何よりうるさいので、こうなったら役所内の全てのセキュリティを無効化しますか？これも全部停止です。止まった。物理的にまたは電子的に全ての警報をオフにすることで、ようやく静かになりました。よね。